理解説。1983年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1983年ってどんな映画があったか知ってる？お、いい質問だな。1983年は、ハリウッド映画も日本映画も名作が多い年だったんだぜ。へえ、そんなにすごい年だったんだ。でも、どんな映画があったの？例えば、スター・ウォーズ・ジェダイの復讐や、007オクトパシーなんかの大ヒットシリーズが公開されたし、日本映画でも南極物語や奈良山節考みたいな話題作があったんだぜ。おお、名作がいっぱいじゃない。特に、スター・ウォーズって今でも人気だよね。そうだぜ。あと、感動作のソフィーの選択や、アニメ映画の幻魔大戦も1983年公開なんだ。他ジャンルの作品が並んでいるのも、この年の特徴なんだぜ。アニメもあるんだね。幻魔大戦ってどんな映画なの？これがまたすごいんだぜ。日本の SF アニメとしてかなり力の入った作品で、今見てもクオリティが高いんだ。まあ、それは後ほど詳しく話すとして、今回は1983年に日本で公開された映画のベスト10を紹介していくぜ。楽しみだね。どんな映画がランクインしてるのか、早速見ていこう。第10位、ソフィーの選択。ソフィーの選択は、1982年にアメリカで制作された映画で、日本では1983年に公開されたんだ。主演はメリル・ストリープで、彼女はこの映画でアカデミー主演女優賞を受賞しているんだぜ。メリル・ストリープって名前はよく聞くけど、この映画ではどんな役を演じてるの？彼女が演じるのは、ポーランド出身の女性、ソフィー。第二次世界大戦中にナチスの強制収容所を経験した過去を持つんだ。そして戦後、ニューヨークで作家志望の青年スティンゴと出会い、彼との関係を通じて、彼女の壮絶な過去が明かされていくストーリーなんだぜ。うわぁ、ナチスの強制収容所って、かなり重いテーマだね。そうなんだ。映画のタイトルにもなっているソフィーの選択は、彼女が収容所で直面した究極の決断を指しているんだよ。究極の決断って、どんなものなの？それが、この映画の最大の衝撃ポイントなんだ。ソフィーは収容所に送られた時に、ナチスの将校から二人の子供のうち、一人だけ生かすことができると迫られるんだぜ。そんなの、選べるわけないじゃん。そうだろ？でも、選ばなければ二人とも殺される。そんな残酷な決断を強いられたソフィーの苦しみが、この映画の核心になっているんだ。うわぁ、想像しただけで辛い。彼女はその後、幸せになれたの？それが、映画は、彼女の心の傷が癒えることなく進んでいくんだ。ソフィーと恋人のナサニエルは精神的に不安定で、最終的には悲劇的な結末を迎えることになる。見る人にとって、戦争が人間の心にどれほどの傷を残すのかを痛感させる作品なんだぜ。すごく重たい映画だけど、すごく考えさせられるね。まさに名作ってやつだな。メリル・ストリープの演技も圧巻だし、戦争の影がどれほど長く続くのかをリアルに描いている。1983年の日本公開当時も、かなり話題になった作品なんだぜ。なるほど。これは見るのに心の準備が必要かも。でも、一度は見てみたいな。第9位、幻魔大戦。幻魔大戦は、1983年に公開された SF アニメ映画で、原作は平井和正と石ノ森章太郎の同名小説なんだ。制作はマッドハウス、監督は林太郎。そして、音楽にはあのキース・エマーソンが参加しているんだぜ。キース・エマーソンって、あのエマーソン・レイク&パーマーの、映画音楽をやってたの？そうなんだぜ。この映画の音楽はかなり独特で、シンセサイザーを駆使した壮大なスコアが特徴的なんだ。だから、音楽のファンにも評価が高い作品なんだぜ。じゃあ内容はどんな感じなの？話の舞台は現代の東京。主人公の東城は、ごく普通の高校生。かと思いきや、実は超能力の素質を持っているんだ。そして、ある日、宇宙の彼方からやってきた謎の美少女ルナと出会い、彼女から驚きの事実を告げられるんだ。どんな事実なの？それは、
地球は、玄魔という邪悪な存在に狙われていて、それを止めるためには東城の超能力が必要だってことなんだぜ。うわぁ、すごい話になってきたね。玄魔って、どんな敵なの？玄魔は、宇宙を支配しようとする恐ろしい存在で、あらゆる星を破壊してきたんだ。人間の精神を支配して、絶望や恐怖を植え付けることで侵略を進めるんだぜ。それはやばい。東城はどうやって戦うの？東城は、自分の超能力を覚醒させながら、ルナや超能力戦士たちと共に玄魔に立ち向かうんだ。彼の能力はどんどん成長していくけど、それでも玄魔の力は圧倒的で、何度も絶体絶命のピンチに陥るんだぜ。ハラハラする展開だね。戦いの結末はどうなるの？それは実際に見てのお楽しみってことで。でも、この映画はアニメーションのクオリティが高くて、特に戦闘シーンの作画や演出がめちゃくちゃかっこいいんだ。80年代のアニメだけど、今見てもかなり迫力があるぜ。ストーリーも壮大だし、音楽も豪華だし、めちゃくちゃ魅力的な映画だね。そうなんだよ。幻魔大戦は、当時のアニメ映画としては珍しく、世界的にも注目された作品なんだ。だから、今でもカルト的人気を誇る名作なんだぜ。第8位、天城越天城越えは松本清張の短編小説が原作で、1983年に映画化されたんだ。監督は三村春彦、主演は渡瀬恒彦と田中優子だぜ。松本清張の作品ってミステリーが多いよね。この映画もそうなの？そうだな。ミステリー要素もあるけど、それだけじゃなくて、少年の成長や、過去の罪が交錯するヒューマンドラマ的な要素も強いんだ。あと、舞台となる伊豆の天城山の雰囲気がすごく印象的な作品なんだぜ。じゃあどんな話なの？主人公は、思春期を迎えた少年小野寺健三。彼は、母親と二人で暮らしていて、ある日、旅の途中で謎めいた美しい女大塚花と出会うんだ。その女は、どこか影があるんだけど、健三にとっては憧れのような存在になるんだ。うわぁ、なんかロマンチックな雰囲気がするね。でも、それだけじゃないんだ。この女には、実は重大な秘密があって、彼女が逃亡中の犯罪者かもしれないっていう疑いが出てくるんだぜ。いきなりサスペンスっぽくなった。そうなんだよ。そして、健三が彼女と一緒に天城山を越えるうちに、どんどん彼の心も成長していく。でも、この旅の途中で、とんでもない事件が起こるんだ。何が起こるの？それは映画を見てのお楽しみってことで、ただ、一つ言えるのは、この映画はミステリーだけじゃなく、少年の純粋な憧れや、大人の世界の闇が交錯する、すごく味わい深い作品なんだ。なるほど。単なるサスペンスじゃなくて、人間ドラマとしての深みもあるんだね。そういうことだぜ。しかも、天城山の美しい自然の風景が、物語の雰囲気をさらに引き立ててるんだ。これがまた、映像美としても楽しめるポイントなんだよ。景色も重要な要素なんだね。でも、タイトルにもなってる天城越えって、何か意味があるの？天城越えは、単なる地理的な移動を指してるだけじゃなくて、健三が少年から大人へと成長する精神的な越境を意味してるんだと思うぜ。なるほど。深いタイトルなんだね。そうだな。この作品は、日本映画の文学的な側面をしっかり活かした名作だぜ。松本清張の原作が好きな人はもちろん、ちょっとしっとりしたミステリーが好きな人にもおすすめの映画だな。第7位、汚れた英雄。さて、1983年公開映画ベスト10。第7位は？第7位は、汚れた英雄だぜ。あれ？このタイトル、なんだか気になるわね。どんな映画なの？汚れた英雄は、大藪春彦の同名小説を原作とした映画で、1982年12月18日に公開されたんだ。監督は角川春樹、主演は草刈正雄だぜ。草刈正雄さんが主演なんだ。どんな役を演じているの？草刈正雄が演じるのは、北野昭夫という天才的なオートバイレーサーだ。彼はその美貌を武器に、上流社会の女性たちから資金を得て、レースに情熱を注いでいるんだ。なるほど。ジゴロ的な要素もあるのね。
でも、どうしてそんな生き方をしているの？それは、彼が孤児として育ち、レース活動を続けるための莫大な資金を得る手段として、女性たちとの関係を利用しているからなんだ。彼のチーム、ティタノを維持するためには、多額の資金が必要で、そのために彼は自らの魅力を活用しているんだぜ。そういう背景があるのね。映画の見どころはどこかしら？やはり、迫力あるレースシーンと、北野昭夫の人間ドラマだな。特に、全日本選手権ロードレースでのライバル、大木圭司、勝野博との対決は見応えがあるぜ。また、メカニックの尾形、奥田英二や、その妻あずさ、浅野敦子との人間関係も深く描かれているんだ。人間関係も複雑そうね。タイトルの汚れた英雄って、どういう意味なの？それは、北野昭夫がレースでの成功のために、自らの美貌を利用して女性たちから資金を得るという、一見すると道徳的に問題のある手段をとっているからだろうな。彼の生き方は純粋なヒーロー像とは異なり、だからこそ、汚れた英雄なんだ。なるほど。深い意味が込められているのね。見てみたくなったわ。ぜひ見てみてくれ。80年代の日本映画らしい熱量と、人間ドラマが詰まった作品だぜ。第6位、奈良山節子。さて、1983年公開映画ベスト10。第6位は？第6位は、奈良山節子だぜ。あれ？このタイトル、聞いたことあるような。どんな映画なの？奈良山節子は、深沢七郎の同名小説を原作とした映画で、1983年に公開されたんだ。監督は今村昌平、主演は尾形健と坂本澄子だぜ。どんな物語なの？物語の舞台は、信州の山深い寒村。そこでは、70歳を迎えた老人は奈良山参りとして、山へ行くという掟があったんだ。主人公のおりん、坂本澄子は、その年齢を迎え、息子の達平、尾形健に自分を山へ連れて行くよう頼むんだ。それってつまり、いわゆる、乳母捨ての風習だな。でも、おりんはそれを受け入れ、むしろ喜びとして捉えているんだ。なんでそんな風に思えるの？それは、村の厳しい生活環境と掟が深く関係しているんだ。食料不足のため、長男以外は結婚を許されず、老人が山へ行くことで若者たちの命をつなぐという考え方が根付いていたんだよ。なるほど。でも、息子の達平はどんな気持ちだったの？達平は母を山へ連れて行くことに葛藤し、切なさを感じていたんだ。でも、おりんの強い意志と村の掟を尊重し、最終的には母を背負って奈良山へ向かうんだ。なんだか胸が締め付けられる話ね。そうだな。でも、この映画は人間の生と死、そして自然との共生を深く描いているんだ。1983年のカンヌ国際映画祭では、パルムドールを受賞するなど、高い評価を得た作品なんだぜ。そうなんだ。深いテーマを持った映画なのね。ぜひ一度見てみてほしい作品だぜ。第5位、氷結。さて、1983年公開映画ベスト10。第5位は？第5位は、氷結だぜ。あれ？このタイトル、なんだか聞いたことあるような。どんな映画なの？氷結は、1982年に公開されたアメリカ映画で、シドニー・ルメット監督、主演はポール・ニューマンだ。日本では1983年に公開されたんだ。主人公は、フランク・ギャルビンという弁護士。彼はかつて将来を嘱望された優秀な弁護士だったが、今では叫びたりで、仕事もほとんどない状態なんだ。なんでそんなことになっちゃったの？過去の一件が原因で、彼はどん底の日々を送っていたんだ。そんな彼に、医療ミス事件の裁判の依頼が舞い込む。最初は金目当てだった彼も、被害者を目の当たりにして正義のために立ち上がるんだ。なるほど。再起をかけた裁判ってことね。そうだな。彼は被害者のために戦うことを決意し、強大な相手に立ち向かうんだ。どんなところが見どころなの？やはり、ポール・ニューマンの迫真の演技だな。彼の演じるギャルビンの葛藤や成長がリアルに描かれていて、見る者の心を打つんだ。第4位、戦場のメリークリスマス。第4位は、戦場のメリークリスマスだぜ。
これは有名な映画だね。坂本龍一さんやビートたけしさんが出演しているんだよね。そうそう。この映画は、大島渚監督が手掛けた作品で、第二次世界大戦中の日本軍捕虜収容所を舞台にした物語だ。坂本龍一が世の遺体、デビッド・ボーイがジャック・セリアズ少佐を演じ、さらにビートたけしが原軍曹として出演しているんだ。デビッド・ボーイも出演してるなんて、すごく豪華だね。ああ、さらにトム・コンティが演じるロレンス中佐も重要な役どころなんだ。戦争という極限状態の中で、国や文化の違いを超えた人間同士の関係が描かれているのが、この映画の魅力なんだぜ。じゃあ、この映画の見どころは？やっぱりクライマックスのセリアズと世の遺体のシーンだな。処刑されそうになったセリアズが、世の遺体の方にキスをするシーンがあるんだけど、実はこのシーンには面白い裏話があるんだ。どんな話？あのシーン、撮影中に機材が故障して、画面が微妙に揺れちゃったらしいんだ。でも、それがかえってセリアズの心理状態をリアルに表現しているとして、大島監督は撮り直しではなく、そのまま使うことを決めたんだぜ。まさに偶然の産物ってやつだね。でも、そういうのが映画の力をより強くすることもあるんだね。大島監督も奇跡だよって言ってたらしいからな。この映画には、そういう運命的な瞬間がいくつも詰まっているんだぜ。ビートたけしさんも出演してるけど、当時は映画俳優じゃなくてコメディアンだったよね。そうなんだ。でも、彼の演技はすごかったんだぜ。試写会で自分の演技を見たたけしは、ひどすぎる、と銘打ってしまったらしい。でも、共演した内田裕也やジョニー・大倉は、たけしに全部持っていかれたって悔しがったくらいの存在感だったんだ。すごいじゃん。でも、たけしさんは最初、自分の演技に納得してなかったんだね。そうみたいだな。大島監督は周囲に、たけしがいいでしょうって絶賛してて、作家の小林信彦に、落ち込んでいたたけしを褒めるように頼んだって話もあるんだぜ。監督の見る目があったってことだね。でも、たけしさん自身はどう思ってたの？実は、たけしは後になって、坂本もおいらもこの映画に客観的に参加していたし、映画がこけてもいいと思っていたって語っているんだ。でも、この作品がきっかけで、自分も映画を撮ろうと思ったらしいぜ。この映画がきっかけでたけしさんは映画監督になったんだね。そうなんだよ。まさに運命の作品ってやつだな。国際的にも評価が高くて、今でも語り継がれる名作だぜ。文化や価値観の違い、そして人間の心の葛藤を描いた深い作品なんだね。第3位、南極物語。第3位は、南極物語だぜ。これはすごく有名な映画だよね。南極に取り残された犬たちの実話が元になってるんだよね。その通り、1958年に南極観測隊がやむを得ず15匹のカラフト犬を南極に置き去りにしたという実際の出来事を映画化した作品だ。監督は倉原是義、主演は高倉健と渡瀬恒彦。南極という極限の環境での生存と、犬たちと人間の絆を描いた感動作だぜ。うわぁ、そんな過酷な話だったんだ。犬たちはどうなったの？15匹のうち、8匹が鎖を抜け出して南極で生き延びようとしたんだ。その中で、1年後に再び戻ってきた観測隊と再会できたのが、タロとジロの2匹だったんだぜ。すごい、実話ってところがまた感動を呼ぶね。でも、高倉健さんが主演なのはぴったりな感じがするね。それがな、実は最初から高倉健に決まっていたわけじゃなかったんだ。制作陣は最初から主役は高倉健しかいないと確信していたんだけど、当時、高倉は海峡の撮影中で何度交渉しても返事をもらえなかったんだ。じゃあどうやって出演が決まったの？海峡のロケが行われていた真冬のタッピ岬に、プロデューサーたちが交渉のために押しかけたんだ。寒い中、高倉は撮影に集中していて、プロデューサーたちも鼻水を垂らしながら待ってたらしいぜ。そして撮影が終わった時、高倉が近づいてきてこう言ったんだ。寒いでしょう。僕は八甲田山、動乱、エキステーション、海峡と、寒いロケばかりなんです。次は南極に行けと言うんですかってな。それ、
めちゃくちゃ笑っちゃうね。確かに寒いところばっかり行ってる。結局、高倉は制作発表の前日にお待たせしました。よろしくお願いしますと出演を快諾して、監督やプロデューサーが涙を流しながら握手したって話だぜ。そんなドラマがあったなんて知らなかったよ。でも、南極ロケは大変だったんじゃない？ああ、南極ロケは約2ヶ月にも及んだんだ。しかもキャストの中で実際に南極に行ったのは高倉健だけだったんだぜ。他のキャストは行かなかったの？そうなんだよ。カナダロケの後に、監督が高倉健とペンギンが一緒に写った映像を撮りたいと言い出して、高倉、監督、カメラマン2人の4人だけで南極へ行ったんだ。でも、そのロケがまた過酷でな。どんな感じだったの？ロケ隊は氷原にテントを張って泊まったんだけど、夜中に猛烈なブリザードが発生してテントが吹き飛ばされたんだよ。4人は寝袋の中で動けず、声を掛け合いながら4時間も耐えたんだ。それ、命がけの撮影じゃん。まさにそうだぜ。でも高倉健は淡々と耐えていたらしい。やっぱり映画のためなら命がけの俳優だったんだな。すごすぎる。でも、ラストシーンはどうやって撮ったの？本当はカナダロケの最後に撮る予定だったんだけど、高倉がまだ犬との交流が十分じゃない。最後に撮りたいって提案したんだ。だから、冬の北海道で撮ることになったんだけど、暖冬で流氷が来なかったんだぜ。それは大問題じゃん。そうなんだよ。だから、たった2分のラストシーンを撮るためだけに、もう一度北極圏に行くことになったんだ。すごい執念だね。映画って、そこまでこだわって作られるんだね。そういうことだ。この映画は、壮大なスケールと実話の持つ力で、多くの人の心を打った作品なんだ。1983年当時、日本映画史上最大のヒット作になったほどだからな。第2、007オクトパシー。これはジェームズ・ボンドシリーズの第13作目で、ロジャー・ムーアが6度目のボンド役を務めた作品なんだ。そんなに続いているシリーズなのね。どんなストーリーなの？物語は、ベルリンで英国大使館に偽のファベルジェエッグを持ち込んだエージェント009が殺害されるところから始まるんだ。ボンドはその謎を追って、インドの富豪カマルカーンや謎の女性オクトパシーと出会い、ソ連のウルロフ将軍が企む核爆弾を使った第三次世界大戦の陰謀を阻止しようとするんだぜ。なるほど。スリリングな展開ね。見どころはどこかしら？やっぱり、インドでのカーチェイスや列車の上でのアクションシーン、そしてボンドがピエロに変装して核爆弾の爆発を阻止するシーンなんかが印象的だな。さらに、主題歌、オールタイムハイをリタ・クーリッジが歌っていて、これも名曲として知られているんだ。アクションだけじゃなくて、音楽も魅力的なのね。そうだぜ。ちなみに、この作品は同じ年に公開されたショーン・コネリー主演のネバー・セイ・ネバー・アゲインとボンド対決として話題になったんだ。結果的に興行収入ではオクトパシーが上回ったんだぜ。そうだったのね。長く続くシリーズには、いろんなドラマがあるのね。その通りだぜ、レイム。第1、スター・ウォーズ、ジェダイの復讐。ついに第1位ね。スター・ウォーズ・ジェダイの復讐。1983年公開の作品よ。そうだぜ、レイム。これは、スター・ウォーズ旧3部作の完結編で、エピソード6にあたる作品なんだ。どんなストーリーなの？物語は、ルークとレイヤが惑星タプインでジャバザ・ハットに囚われたハンソロを救出するところから始まるんだ。その後、ルークはヨーダから自身の出生の秘密を知らされ、反乱軍は帝国軍が建造中の第2デススターを破壊するため、エンドアの森の月での作戦を展開するんだぜ。エンドアの月って、あの可愛いイウォーク族がいる場所よね？そうだ。イウォーク族の協力を得て、反乱軍はシールド発生装置の破壊を目指すんだ。そして、ルークはダース・ベイダーを暗黒面から救い出すため、単身で帝国軍に乗り込むんだぜ。クライマックスはどうなるの？ルークとベイダーの親子対決が描かれるんだ。ルークはベイダーの中にまだ善の心が残っていると信じ、彼を説得しようとする。そして、最終的にベイダーは皇帝を裏切り、ルークを救うために自らの命を犠牲にするんだ。
感動的な結末ね。ああ、そしてこの作品は当初、ジェダイの復讐というタイトルで公開されたが、後に、ジェダイの帰還に改題されたんだ。ジェダイは復讐しないという理念から、現代も、リターンオブザ・ジェリに変更されたんだぜ。なるほど。深い意味があるのね。そうだ。スター・ウォーズシリーズの中でも特に人気の高い作品で、多くのファンに愛されているんだ。総評、まとめ。いやー、1983年に日本で公開された映画ベスト10。どれもすごい作品ばかりだったね。そうだな。ハリウッドの大作から、日本映画の感動作まで、バラエティに富んでいて、映画ファンにはたまらない年だったんだぜ。特に、スター・ウォーズ・ジェダイの復讐は、シリーズの完結編として圧倒的なスケールだったね。でも、それだけじゃなくて、南極物語みたいな実話を元にした感動作も大ヒットしたんでしょ？そうそう。南極物語は日本映画として記録的なヒットを叩き出したし、奈良山伏港はカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞したんだ。こうしてみると、日本映画も世界で評価される時代になってきたんだぜ。あと、意外だったのは、幻魔大戦や天城越えみたいな作品がランクインしていたこと。アニメも文芸作品も、それぞれのジャンルで注目を集めていたんだね。1983年は映画界にとっても、名作が多く生まれた年だったってことだな。これを機に、もう一度懐かしの映画を見直してみるのもいいかもしれないぜ。今回紹介した映画、どれもチェックしてみたくなっちゃった。それが映画の魅力だぜ。みんなもぜひ、1983年の名作を楽しんでくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。